こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は旧キット60分の1、量産型ザクを作成していきたいと思います。今回作るキットは以前作成した、旧キットのゲルブグを作った際に、旧キットを作る面白さに目覚め、なぜか一番でかいサイズを購入したものになります。本当になんででかいの買っちゃったんだろう。ということで、早速箱の中身を見ていきましょう。はい。こちらが旧キット60分の1量産型ザクになります。そして、箱がでかい。しかも一つ一つのパーツも超でかい。今回初めて60分の1を組み立てるのですが、まさかここまでパーツが大きいとは、正直びっくりしています。さて、肝心の箱の中身ですが、説明書、ボディキャップ、シールが1枚、ランナーが5枚、そして頭部に仕込む電飾系のパーツが入っています。このザクは非常に大きいサイズなのですが、パーツの構造が基本的にモナカ割りなので、大きさの割に入っているランナーの枚数は少ないです。まあ、その代わり組み立てる作業が大変になりそうですねこれ。それでは量産型ザクを組み立てていきましょう。ザクの組み立てに使用したのは、タミヤの薄刃ニッパー、そしてマスキングテープ。この時期のガンプラは、現在の組み立てやすいキットと違い、ほぼ全てのパーツがモナカ割りになっていて、スナップキットがないため、パーツをマスキングテープで固定しつつ、苦労しながら組み立てております。旧キットは作り応えがありますが、最近のキットに慣れていると、パーツの合いが悪かったりなど、びっくりすることが結構多いですね。はい。こちらが組み立てが終了した、旧キット60分の1ザクになります。これ、めちゃくちゃ大きいです。画面を通してみると大きさを把握することが難しいと思いますが、完成した後に置き場所に困るくらいには大きいです。はい。ザクの大きさがわかりやすいように、足元にイージーガンダムを置いてみました。144分の1サイズがザクの膝あたりまでしかありません。こうしてみるとザクの大きさがよくわかると思います。さて、この大きいザクですが、このままでは少し見栄えが悪いということで、モナカ割りになっている合わせ目を消したり、直立立ちしかできない関節を改造したりなど、旧キットに色々手を加えて、少しでも見栄えが良くなるようにしていきたいと思います。はい。それではザクの改造を始めていきます。まずは側部の改造を行いたいと思います。はじめに足下の合わせ目を消していきます。まずはニッパーを使用して、足にある既存のピンを切り取ります。ピンの切り取り後に、毛書き針を使用して、傷をつけます。この傷を目印に、ピンバイスを使用して、0.8 ミリの穴を開けます。ピンバイスで穴を開け終えたら、0.8 ミリの溶白線を用意します。切り出した溶白線を、先ほど開けた穴に差し込んでいきます。旧キットはパーツの合いが非常に悪く、既存のピンを目印に組み立てを行うと、かなりパーツがずれてしまいます。この改造を行うことで、パーツのズレを修正して、しっかりパーツが噛み合うようにしてみました。パーツのズレを修正し終えたので、続けて合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用したのは、流し込み接着剤。合わせ目に接着剤をたくさん流し込み、少々時間を置いてパーツを貼り合わせます。パーツを貼り合わせた際に、合わせ目から溶けたプラスチックがはみ出てきたら、合わせ目消しはほとんど成功したと言って良いでしょう。あとは接着剤が乾燥するまで、最低でも1日、長くて1週間置いておきましょう。さて、接着剤で合わせ目を消しただけでは強度が不安なので、プラバンを使用してパーツの強度を高めたいと思います。まずは瞬間接着剤を、パーツに適当に塗布して、その上から端材のプラバンを貼り付けていきます。この作業を行うことで、多少雑にパーツを扱っても、合わせ目部分からパーツが割れることはないでしょう。これで足裏部分の改造は終わりです。続いて側部上側の改造を行います。まずはパーツの合わせ目を消していきます。ここのパーツは特にズレがない感じなので、既存のピンをそのまま利用して作業をします。合わせ目を消すのに使用するのは、先ほどと同じ接着剤。作業手順も同じですね。合わせ目を消すと同時に、パーツの裏にプラバンを貼る。強度を高める気持ち程度の改造もしておきましょう。さて、
合わせ目消しが終了したので、続いて側部に新しい関節を取り付ける改造を行います。まずはガンダムマーカーを使用して、パーツを切断する部分に印をつけます。印を書き込み終えたら、ユーターを使用してパーツを切断していきます。ユーターの先端に取り付けているのは、丸いノコギリのアタッチメントです。ノコギリで切るというよりは、若干溶けているように見えますが、まあ、切れ込みが入ればいいですね。いい感じでパーツが切れました。ユーターを使って切断できない部分は、ボディ用のノコギリと、デザインナイフを使用して、パーツを切り離していきます。綺麗にパーツを切断できましたね。続いてパーツを切断した際にできた穴を塞ぎます。この作業に使用するのは、1ミリのプラ板。このプラ板を3枚重ね、先ほどのパーツに貼り付けていきます。プラ板を貼り付ける際に使用するのは、瞬間接着剤。プラモデル用の接着剤よりも乾燥後の強度があるかなというような理由で瞬間接着剤を使用してみました。接着剤が乾燥したら、ユーター、ニッパー、鉄やすりを使用して、貼り付けたプラ板をパーツの形に合わせて成形していきます。プラ板を貼り付け終えたので、パーツに新しい関節を取り付けたいと思います。使用する関節は、関節技、ボールジョイント、ラージ G グレイ。このパーツの受けの部分を切り取り、瞬間接着剤を使用して、切り出したパーツを接着します。接着する位置は、パーツの合わせ目部分を目印に、できるだけ真ん中あたりに接着します。接着剤が乾燥したら側部の改造は終了になります。はい。続いて脚部の改造を行います。はじめに行うのは太もも部分の改造。この太ももパーツの内部に新しい関節を設置したいと思います。まずはニッパーを使用して、パーツの内部についている邪魔な出っ張りを切り取ります。ニッパーを使用して切り取りきれない部分は、ユーターを使用してきれいに出っ張りを削り取ります。この時削り残しがないように注意が必要です。作業が一段落したら、取り付ける予定のジョイントをパーツに合わせてみます。この時に切り取った部分がガタガタだったり、不具合があればこの段階でしっかり修正しておきましょう。さて、ジョイントの取り付け位置を確認できたので、太ももパーツにジョイントを取り付ける土台を、プラ板で作ります。このプラ板を貼り付ける作業は、ジョイントを接着するための、のりしろを作り、ジョイントが後から動かないように固定するという目的があります。プラ板の接着には、瞬間接着剤を使用しました。今回は 1mm と 0.5mm のプラ板を貼り付け、土台を作ってみました。土台を作ることができたので、太ももパーツの内側にジョイントを接着していきたいと思います。ジョイントの接着には、瞬間接着剤を使用しました。あ、そうそう。もともと太ももパーツに開いている穴に、取り付けるジョイントを合わせたいので、ペンチを使用して位置合わせをしています。ジョイントをパーツに接着することができたので、続いてエポキシパテを用意します。このエポキシパテをパーツに開いているわずかな隙間に盛り付けます。ここにパテを盛り付けることで、パーツがフラットになり完成後の見栄えが良くなりますね。続いてパーツの裏側にもパテを盛っていきます。この部分にパテを盛る理由は、ジョイントの接着を強化するためです。このジョイントは完成後に組み立てる際、パーツ同士を押し付けて組み立てるためかなりの負荷がかかってしまいます。瞬間接着剤だけでは組み立てる際の負荷に耐えられないと思うので、パテを持ってガチガチに固定してしまいましょう。続いて太ももパーツの出っ張りを利用した改造を行います。この改造には、アルミホイルと、ペットボトルのキャップを使用します。ペットボトルのキャップにアルミホイルを詰め、先ほど作ったジョイント部分にキャップをかぶせて接着します。こうすることで太ももパーツの出っ張りにキャップが引っかかり、押し込む負荷により耐えられるようになったと思います。これで太ももパーツの改造は終了です。あとはパーツの真ん中にある合わせ目を消してしまいましょう。合わせ目消しに使用したのは、流し込み接着剤。作業手順はこれまでと同じです。はい。続いてすね部分の改造を行いたいと思います。まずは別売りの関節ジョイントを切り出します。すねに使用するのはボールジョイントのパーツ。このボールジョイントをすねに仕込んでいきます。ボールジョイントを切り出したら、側部のパーツをはめる部分にボールジョイントを仮置きして、ガンダムマーカーで、ボールジョイントに目印を書き込みます。書き込んだ目印に、毛書き針を使用して、
傷をつけます。傷をつけ終えたら、ピンバイスを使用して、0.8 ミリの穴をボールジョイントに開けていきます。穴を開け終えたら、0.8 ミリの溶白線を穴に通して、作業の出来栄えを確認します。続いてリューターを使用して、ボールジョイントの軸を少し削ります。手を加えない状態の軸は大きく、パーツにうまくはまってくれません。軸を削ると、この微妙な隙間にぴったりとはまってくれるようになりました。それではボールジョイントをすねに仕込みつつ、すね部分の合わせ目を消していきたいと思います。まずは先ほど組み立てた太ももパーツのポリキャップに、グリスを塗っていきます。このザクのポリキャップは非常にタイトなため、グリスで動きを滑らかにしていきます。グリスを塗らないとここは本当にはまってくれない。合わせ目を消しているので、無駄な負荷をかけたくない。さて、それでは先ほど作ったボールジョイントをすねに取り付けていきます。まずは取り付け予定の位置にエポキシパテを詰めます。このパテはボールジョイントを固定する接着剤の代わりになります。エポキシパテを詰め終えたらボールジョイントを取り付けます。パテが乾燥するまでは自由に位置を調整できるので、できるだけまっすぐになるようにボールジョイントを取り付けていきます。ボールジョイントを取り付け終わったら、すね部分の合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用するのは、流し込み接着剤。合わせ目を消す際にパテが少し邪魔ですが、無理やりパーツを貼り合わせて、合わせ目を消してしまいましょう。すね部分の合わせ目消しが終了したら、脚部の改造は全て終わりになります。はい。続いて胴体部分の改造を行いたいと思います。まずは胴体部分の合わせ目を消していきます。はじめにニッパーを使用して、胴体についているピンを切り取ります。ここのピンを切り取らないと、ぴったりパーツが合わないんですよね。ピンを切り取り終わったら、紙やすりを使用して切断面をきれいにならします。紙やすりで表面を整え終えたら、プラモ用接着剤を使用して、合わせ目を消していきます。この接着剤は流し込みタイプと違い、貼り合わせるパーツの両面に接着剤を塗布して合わせ目を消すものになります。接着剤はパーツに盛るように何度も塗布して、接着剤がプラスチックを溶かすのを待ちます。接着剤を塗布し終えたら、パーツを貼り合わせます。この際、流し込み接着剤で作業をした時のように、合わせ目から溶けたプラスチックがはみ出てくれば、いい感じに合わせ目が消えていると思います。続いてザクのサイドアーマーを動かせるように改造していきます。まずはもともと胴体にあるモールドを目印に、ノコギリを使って、パーツを切断していきます。この作業は時間がかかってもいいので、できるだけ丁寧に作業します。ノコギリでパーツを切断し終えたら、紙やすりを使用して、切断面をきれいに整えます。はい。続いて溶白線と真鍮パイプを使用してヒンジを作成します。使用する溶白線の直径は 0.8 ミリ。真鍮パイプの内径は1ミリ。パイプの内径は少し余裕を持たせておくとスムーズに動くと思います。溶白線をパイプに入れたまま、金属専用ニッパーで適当な長さでカットします。はじめにパイプをカットして、次に溶白線をカットします。溶白線はパイプより長く切り出します。2本とも適当な長さに切り出せたら、ペンチを使用して、溶白線をこの字に曲げていきます。溶白線の両端を曲げることができたら、ヒンジの完成です。続いてサイドアーマーにヒンジを取り付けるための土台を作ります。土台に使用するのはプラ棒。今回は 2mm のプラ棒を使用しています。切り出したプラ棒を、流し込み接着剤を使用して、サイドアーマーの裏側に接着します。土台が完成したので、エポキシ接着剤を使用してヒンジを接着します。ヒンジは金属なので、プラ用接着剤では接着できません。なので瞬間接着剤やエポキシ接着剤などでパーツに接着していきましょう。続いてサイドアーマーを胴体に取り付けていきます。この作業に使用するのは、先ほどの改造で出た端材、リューターを使用して切り取った側部のパーツです。このパーツに、毛書き針を使用して、ヒンジの幅に合わせた位置に傷をつけます。続いて毛書き針の傷を目印に、ピンバイスを使用して、0.8 ミリの穴を開けていきます。この穴の大きさは溶白線の直径と同じ大きさですね。穴を開け終わったら、先ほど作ったサイドアーマーを取り付けます。少しタイトですが、何度も取り外しすることはないと思うので、これでいいかなと思います。
続いてサイドアーマーと端材を組み合わせたパーツを、胴体に取り付けていきます。パーツの取り付けに使用するのは、100均の樹脂粘土。端材パーツは形が独特で、接着剤を塗布するのりしろがないため、粘土を使ってサイドアーマーを取り付けます。粘土を使うことで、乾燥するまでは位置の調整が簡単で、自分が納得するまで何度もやり直すことができますね。粘土が乾燥してパーツが固定されれば、サイドアーマーの改造は終了です。続いて股関節に新しい関節ジョイントを取り付けたいと思います。まずは既存のパーツを胴体に取り付け、関節の位置を確認し、ガンダムマーカーを使用して、パーツに線を書き込んでいきます。線を書き込み終わったら、1mm のプラ板を複数枚用意します。このプラ板を股関節部分に空いているスペースに詰めていきます。この時できるだけ余計なスペースが出ないように、2人プラ板を詰めます。プラ板を詰め終えたら、先ほど書き込んだ線を延長して、プラ板にも目印の線を書き込んでいきます。線を書き込み終わったら、書き込んだ線を目印にして、ピンバイスで、穴を開けていきます。ここに開ける穴の大きさは 3mm になります。ピンバイスで穴を開け終えたら、関節の受けジョイントを切り取り、用意します。パーツを切り取ったら、先ほど開けた穴にジョイントを取り付けます。左右ともにジョイントを取り付けたら、胴体部分の改造は終わりになります。はい。続いてザクのハンドパーツを改造していきたいと思います。まずはハンドパーツの合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用するのは、流し込み接着剤。ハンドパーツのような小さいパーツであれば、流し込み接着剤を使って合わせ目を消すのが一番ですね。パーツを圧着し終えたら、洗濯バサミなどでパーツを押さえておきましょう。続いてハンドパーツをバラバラにしていきたいと思います。バラバラにした後に元の位置に正しく戻すため、ペンで指に番号を書いておきましょう。指に番号を書き終えたら、リューターを使用して指をバラバラにしていきます。指を切り取る目安は指の根元関節あたりにある線です。この線を目印にして作業をしたら綺麗にバラバラにできると思います。まずは2から5番の指を切り取ります。細かい部分は無理してリューターを使用せず、デザインナイフなどを使用して、丁寧にパーツをバラバラにしていきます。切り離した4本の指は、再びリューターを使用して作業を行います。指を切り離し終えたら、樹脂粘土を用意します。この樹脂粘土をパーツの空洞に詰めていきます。空洞は手のひら部分と、4本の指にあるので、すべての空洞に樹脂粘土を詰めます。この作業は割と大雑把で OK です。粘土を詰め終えたら、針金を用意して適当な長さに切り出します。切り出した針金を、先ほど粘土を詰めた指に差し込んでいきます。この作業を繰り返し、針金を差し終えるとこのような感じになります。続いてエポキシパテを用意します。よく練ったエポキシパテを、樹脂粘土の上から盛り付けていきます。先ほど樹脂粘土を空洞に詰めましたが、これはパテの使用量を減らす節約のためなので、パテの量を気にしないのであれば初めから空洞にパテを詰めた方がいいですね。さて、盛り付けたパテが乾燥したら、デザインナイフ、鉄やすり、リューターを使用して指の形を整えます。成形作業が終了したら、彫刻刀で、手のひらに詰めた粘土に穴を開けます。穴を開け終えたら、指を取り付けるためエポキシパテを持っていきます。この時開けた穴がパテで隠れて見えなくなってしまいますが、指を取り付ける際には問題ないので気にしなくて OK です。手のひらにパテを盛り終えたら、これまでの作業で作った指を取り付けていきます。この指を取り付ける際に、ハンドパーツに自分好みの表情をつけてみましょう。指の間隔や親指の角度などじっくり調整しましょう。調整が終了したら追加でパテを盛り、指が取れないようにします。盛り付けたパテが乾燥したら、デザインナイフ、鉄やすり、リューター、紙やすりを使用してハンドパーツをきれいに成形していきます。ハンドパーツをきれいに成形し終えたら作業は終わりになります。表情がついたいい平手になってくれました。はい。続いてザクの頭部を改造したいと思います。まずはエポキシパテを用意します。用意したパテをザクの物合いに詰めて穴を塞ぎます。今回は電飾でザクの物合いを光らせることはしないで、塗装をして物合いを作りたいと思います。物合いの処理が終了したら、ザク頭部の合わせ目を消していきます。
合わせ目を消す作業手順はこれまでと同じになります。いやー、それにしてもこのキットは合わせ目が多いですね。続いてザク頭部の後はめ加工を行います。まずは後から胴体に取り付ける際に干渉している部分を、ニッパーと、鉄やすりを使用して取り除きます。胴体に干渉する部分を取り除くと、このように頭部が後から胴体に取り付けられるようになります。可動域も損なうことなくいい感じの仕上がりです。続いて磁石を使って、頭部のパーツが簡単に取れないように改造していきます。まずは 0.5mm のプラ板に、瞬間接着剤を突して、プラ板に磁石を接着します。出来上がったプラ板磁石を、先ほど作業したザクの頭部に接着します。接着に使用するのは瞬間接着剤です。頭部にパーツを接着する際、磁石がパーツの内側に入るように接着します。続いてもう一つプラ板に磁石を貼ったパーツを作ります。作り方は先ほどと同じ。磁石に瞬間接着剤を突してプラ板を貼り付ける作業になります。はい。瞬間接着剤が乾燥したら、頭部に貼り付けたプラ板を、ニッパーと、デザインナイフを使用して、出っ張りの形に合わせて成形していきます。プラ板の形を整え終わったら、頭部の改造作業は終了になります。この作業を行うことで、頭部パーツを軽く振っても簡単に落ちないようになりました。はい。こちらが改造作業が終了したキューキット60分の1ザクになります。脚部部分は一度組み立てると取り外すのが大変なので、この段階では組み立てていませんが、脚部がなくてもかなり大きいですねこれ。長い時間をかけて色々作業してきましたが、改造した箇所や合わせ目消しも、多分いい感じに成功しているんじゃないかな？はい。ザクにサーフェイサーを吹いてきました。ザク本体が大きく、サーフェイサーを吹くだけでも結構大変でした。サーフェイサーを吹くと作業後の状態が確認できますが、合わせ目も綺麗に消えていて、特に目立つ不具合もないので、なかなかいい仕上がりになっているのではないでしょうか？そしてこのだるま状態のザクも結構かっこいい。はい。それではザクの塗装を始めていきたいと思います。まずはパーツの裏側を黒色で塗装します。この塗装に使用した色は、タミヤアクリルミニ、ナトーブラック。この塗装を行うことで、プラモデル特有の少しチープな雰囲気が消えるので、できればやっておきたい塗装ですね。続いて頭部や脚部などの塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのガンダムカラー、MS グリーン。この塗料はラッカー塗料になりますので、塗装をする際にはしっかり部屋の換気をしましょう。締め切りの部屋の中で塗装をしてしまうと、確実に気分が悪くなってしまいます。続いて胴体部分などの塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのガンダムカラー、MS ディープグリーン。この塗料は一度塗りするだけではザクの緑色を再現できないので、何度も塗料を塗り重ね、しっかりと色をつけていきましょう。この塗料もラッカー塗料になりますので、換気は必須になります。続いてザクの肘、膝、胸当てなどを塗装していきたいと思います。この塗装に使用した色は、タミヤアクリルミニ、ジャーマングレー。ガンプラの関節などに使用する定番の色ですね。強いこだわりがなければ、定番の色を使うのが無難ですね。続いて物合いの塗装を行います。まずは物合いの塗装に使用するマスキングテープを作ります。マスキングテープに使用するのは付属のシール。このシールを、デザインナイフを使用して、ザクの頭部に入るサイズにカットします。シールをカットすることができたら、カットしたシールをザクの頭部に貼っていきます。今回は、ちょっとシールを切るのに失敗してバラバラになってしまいましたが、うっすらとパテ埋めした形跡が見えるので、そこを目印にシールを貼ります。マスキングが終了したら物合いの塗装を始めます。まずは下地の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのシルバー。この後に塗る明るい色の発色を良くするために、必ずやっておきたい塗装ですね。続いて物合いの本塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのピンク。物合いといえばピンク。ピンクといえば物合い。というような感じの無難な色チョイスであります。はじめに塗った下地のシルバーのおかげで、綺麗なピンクになっていますね。はい。
塗装した塗料が乾燥したので、マスキングを剥がしてみましょう。はみ出てる。反対側も少しはみ出てしまっていますね。塗料がはみ出た部分は、タミヤアクリルミニ、ナトーブラック。この塗料を使用してリタッチします。しっかりマスキングしたつもりなのですが、かなり甘かったみたいです。いやー、難しいですね。塗装作業が終了したので、続いて墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用した色は、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。このザクはサイズも大きく、とてもシンプルな作りなので、真っ黒な塗料で墨入れをしてもくどくならないと思い、この塗料で墨入れをしてみました。墨入れ塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒で、余分なところにはみ出ている塗料を拭き取っていきます。この墨入れ塗料を拭き取り終わったら、筆塗り塗装作業は終わりになります。はい。それでは最後に仕上げの組み立て作業を行います。まずは脚部を組み立てていきます。改造作業で新たに取り付けた関節なのですが、これがめちゃくちゃ硬く、なかなかはめ込むことができないので、グリスを使用して取り付けやすくしています。まあ、ほとんど意味がないんですけどね。続いて脚部を胴体に取り付けます。ここにも一応グリスを塗って取り付けを行いました。続いて腕部を取り付けていきます。まずは瞬間接着剤を、胴体ののりしろ部分にたくさん塗布します。瞬間接着剤を塗布し終えたら、腕部を胴体に接着していきます。キューピットはモナカ割りで中身がスカスカですが、組み上げると重量があるため、一度瞬間接着剤を乾燥させた後に、裏側にも一応瞬間接着剤を塗布しておきます。最後に頭を胴体に乗せたら、キューピット60分の1ザクの完成になります。はい。こちらが全ての作業を終えたキューピット60分の1ザクになります。これは、かっこいいじゃない。素組みの時はテープまみれでまっすぐ立たせることすら困難でしたが、しっかり作り込むことで、安定感抜群で直立してくれますね。改造をしない棒立ちスタイルのザクもいいですが、足をハの字に開く改造をすることで、設置性も増しますし、古っぽい見た目が多少改善されたのではないでしょうか？気のせいですかね？はい。ザクの足元にイージーガンダムを置いてみました。ザクを組み立てた時点でも大きさを比較しましたが、改めて並べてみるとザクの大きさが際立ちますね。さて、それでは今回の作成作業で失敗した部分の話をしたいと思います。今回の主な失敗箇所は新しく設置した関節。この新しく設置した関節の位置を間違えてしまいました。まずは側部の関節。側部の関節はパーツを切断して、関節を取り付ける場所を作ったまでは良かったのですが、関節パーツを設置する部分に穴を開けるのを忘れ、パーツを側部に埋め込むことができませんでした。作業をミスった結果、可動域は増えましたが、関節むき出しで本体が少し浮いているような見た目になってしまいました。続いての失敗部分は股関節。ジョイントを埋めるためのくぼみを作ってはいたのですが、くぼみが浅く、足の付け根が離れて少し不格好になってしまいました。以上が今回のザク作成で失敗した部分になります。まあ、色々と失敗してしまいましたが、試行錯誤しながら大きいキューピットを作るのは楽しかったですね。ということで、キューピット60分の1ザク作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿するので、その時は改めて動画をご視聴いただけると幸いです。それでは、また次回。さよなら。